彼によってそうやって音楽に目覚めてそう今まで音楽をやってこられて、逆に大変だったこととか、辛かったこととかってありました？最後は日本に行きたいっていうのはどんな理由ですか？それがですね、ザ・ミューゼズ・オブ・ベルリン。今回はベルリン在住でピアニストの小宮久子さんをお迎えしております。小宮さん、今日はありがとうございます。こんにちは、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では一度自己紹介をしていただいてもよろしいですか？はい。私は日本で音大を出た後にこちらでまだ西と東が分かれていた頃の西の方の音大に入りまして、それでそのままこちらで生活をしている、もう40年になります。40年っていうと何年にベルリンに来られたんですか？そうですね、1985年の10月からのゼメスターで勉強を始めてますから、そのぐらいからっていうことですね。なるほど。今からやっぱり40年ぐらい前っていうと、今のベルリンとだいぶ街の雰囲気とか人も変わってると思うんですけど、その当時今と比べて何が一番変わったことというか。当時は西ベルリンの方は陸の孤島と言われてまして、周りが全て東ドイツに囲まれている特殊な場所だったんですね。それなので西ベルリンに住んでいる人たちにはいろいろな恩恵があって、学生たちにとってもとても住みやすい街でした。住みやすい、気軽に東ベルリンに行くこともできたというか、日本人にとってはパスポートがとても力があるので、行きたい時に東ベルリンのオペラハウスに行ったり、学生の分際でしたけれどもとても贅沢なことをさせていただいたりできたんです。やっぱり物価も、ね、西ベルリンと東ベルリンで違って、そうです、やっぱり東の方がだいぶ安いというか。そうですね、もう本当に物価の値段価値が全然違いましたから、同じマルクという単位を貨幣の単位は使ってましたけれども、紙幣とかそういうミュンツェンってコインも違うものを使ってまして、例えば同じ25マルクでも買えるものが全然雲泥の差というか。当時例えばビール1杯とか、そういうものはちょっとよくただ25マルクあれば東の方のベルリンではちゃんとした席でオペラを聴いて、でその前に一流レストランの食事もできて、25マルク。そうです。であと残ったお金で楽譜も買えたというような、貧乏学生にはとても豊かなことをさせていただいた覚えがあります。どれぐらいのペースで東の方に行こうっていうか、コンサートとかにもよると思うんですけど。そうですね、コンサートがある時を狙って行ってましたから、当時は良かったです。じゃあその渡る時とかも厳しいチェックとかも別に、そうですね、雰囲気は厳しかったです。怖い、なんかガチャンって言って鍵がかかってしまうような個室みたいなところに通されて、それでパスポートと顔の検査というかそういうのを受けてそれが OK だと次に行く道の扉が開かれてっていう感じなので、そこからはもう東っていうか。そうですそうです。で持ち物検査もなく。持ち物検査は私の時はなかったですね。じゃあその壁が崩壊するまで4年間ぐらいですか？そうですね、そのぐらいあったんでしょうかね。じゃあすごくそれはもう今じゃできない経験ですね。当時まだ東ベルリンだった当時は外に出てもあんまり人を見かけなかったんですね。東ドイツの人たちっていうのがあんまり出てこないんですよ。だから本当にシーンとしてて、で空気の色までなんか灰色っぽく感じられるようなちょっと特殊な環境でしたね。夏とかでも
そうですね。そうですね。でもカフェとかそういうのはもうないですね。ないというか、本当に特別な人しか入らないような感じで、だから一般の人たちの姿を見るようなこともなかったですね。昔はなんかやっぱり東のところは東のこういうアパートに住んでる人たちがお互いに監視し合うっていうような、そういうなんかちょっとね特殊な状況で皆さん生活されてたので、外に出てくる人たちもあんまりなかったみたいです。でなんかこう危険とか、とりあえず日本人っていうことは目立つじゃないですか。でもそれも全然嫌な感じっていうか。そうですね。そういうのはなかったですね。私の友達で東のベルリンの方の音大に入ってた人もいるんですけれども、その人は東の方のお家に下宿人として入ってたみたいですけれども、その人からそういう話はね聞いたりもしたので、でも彼女も別に嫌な思いはしてなかったみたいです。例えば差別とか、そういうのも全然。そうですね。そういうのはあんまり、経験はないですね。例えばコンサートとかで印象に残ったコンサートとかってありましたか？印象に残ったコンサートというと、私はやっぱり西側の方のコンサートはまだカラヤンが存命中だったので、腰にコルセットしたような状態でもうヨボヨボしちゃった状態でしたけども、でもまだ彼のフル式とか、で私が一番印象に残っているのはキーシンがまだ若い時に最後に大晦日のジルベスターコンサートをカラヤンと一緒にやった時、その時はもう西側の方のコンサートだったので、学生でしたので一番安い天井桟敷みたいな一番上の方で聞きましたけども、それでもすごくいい思い出になりました。なるほど、素晴らしい。ベルリンで学ばれる前は、小宮さんは日本にいらして。そうです。私は東宝ってキリトモと書く音大の方のピアノ科を出てたんですけれども、その在学中にロシアのボスクレセンスキー教授が客員期間っていうか来てて、それで年に1回公開レッスンを受けさせていただけたんですね。でその時に一番影響を受けた先生だったので、やっとその時に音楽に目覚めてそれまでは父がピアノの先生だったので、ピアノをやってるのが当たり前みたいな感じで、自分から本当にやりたいっていう気持ちでやったっていうよりはなんかやらされてたっていうような感じだったんですけれども、そのボスクレセンスキー先生に出会ってから音楽ってこんなすごいのかっていうのに目覚めまして、彼につきたいと思って、彼もすごく私のことを認めてくれたんですけれども、いかんせん当時はまだソ連に行くっていうのはなかなか難しいことだったので諦めてたんですね。でその後も東宝では年に1回ずついろんな世界中の先生を招聘して、それで公開レッスンとかにやって、私もその機会にいろんな先生のレッスンを受けさせていただいたんですけども、その中でもジョージ・シェボック先生っていう方がいて、彼も世界中を回って弟子を育ててる先生だったんですけど、彼によって私は卒業してもあなたはピアニストになるように活動を続けなさいって言われまして、でもそう言われてもどうしたらいいか分かんなかったので、じゃあどうすればいいですかって彼に聞いたら、自分のところにアメリカだったんですけど、彼の本拠地は自分のところに行っても自分はもうほとんどいないから、世界中回っていないから、ベルリンにはヘルベヒという素晴らしい先生がいるから、そこのところに行って自分がベルリンにも1年に1回は来るから、それで自分を待ってなさいって言って、それでベルリンという道を見つけて、それでそこから今につながってるんですね。その最初にきっかけになったもっと自分から今までは受け身だったけれど、自分からやりたいって思った何が違ったんですか、そのレッスンというか。そうですね、レッスン、彼のそのボスクレセンスキー先生のレッスンがとても今まで受けてたレッスンと違って、何しろそのエネルギッシュでもあるし、厳しいけれどももう本当に自分の内面からいろいろ引き出してくれるような、そういうレッスンだったんですね。彼は前々回かショパンコンクールで2位になった男の
方、日本人の。そう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 ソリダスそうそうソリダス彼もはい東宝でそうですね彼について彼のもとに行ったらしいですね。勉強したという話をちらっと聞いたので、へーまあそのねもう世代が全然違いますけれども、それまでね東宝にはいらしたんだなと思って、へだからそういう先生なのでとても影響をね与えると思うんですよ。いい影響をね。彼によってそうやって音楽に目覚めてそうでロシア奏法っていうのがねやっぱりちょっと違うんですね。だからそういうのもちょっとね習ってで私はぜひとも彼につきたいと思ってたそれがまあドイツに来て、また別のねドイツのそういうので勉強しましたけれども、なんとそのもうすぐ卒業試験をねドイツでやるってベルリンでやるっていう時になって私の父が亡くなったりあとその時に住んでた家の大家さんも亡くなってで私はそこの家を出なきゃなんなくなってしまって私はその時すでにもう自活してましたから生徒もそこの借りてた家に住んでいわば職場とそう職場と兼住居みたいなそれをねなくされちゃうことになったのでそれでちょっと大変だったのでその半年後にもう卒業試験のことはちょっと準備的にもできないと思って卒業を伸ばしてほしいって頼んだらもう私の後にはもう待ってる人がいるから、だから自分の元にはもうこれ以上はとどまれないから別の先生を探してって言われてで自分でいろんな先生のレッスンを見学しに行ってみてでこれぞと思う先生がいたのでその先生のところに新しくつきたいですって言って彼女のお家に行ってワーシュピーレンで、自分の、ね、演奏を聴いてもらったんです。で弾き終わった途端本棚の方を見たら私がつきたかったボスクレセンスキー先生の写真が置いてあったんですよ。すごいご縁ですね。でこの先生知ってるって私思わず言っちゃってそしたらそれさああなたはもう私たちのファミリーじゃんってダピツカヤ先生っていうんですけれどもロシア人の、彼女も言ってくれてそれで彼女はなんとボスクレセンスキー先生の下でモスクワ音大でアシスタントを務めてた方だったんですね。だから彼のもう本当に直系のあれで彼らのやっぱりなんかこう引き寄せられてるっていうかね、なんかご縁がねあったんだなと思って、それで彼女のもと最後の2年間はロシア奏法を学んで、やりたかったことが全部できたという感じですね。ロシア奏法って一言で言うとどんな奏法なんですか？いろんなものがありまして、ロシア奏法はやっぱりその人の体格とかそういうのから無理なく音を引き出せて、そして音色とかそういうのも引き出せることがいろんな、あるんですね。だから脱力ってなんかもてはされてるようなあれもありますけど、もちろんそうなんですけれども、それによって無理のない音色、それでその曲にふさわしい音の出し方とかいろんな出し方があるんですよ。だから私もね彼女にそういうことを学んですごく私は良かったと思います。だからドイツの先生のところでは、理論的なこととか楽曲の形とかそういうことも学びましたし、だけどやっぱり自分が実際演奏するっていう段になるとやはりロシア奏法で学んだことの方が役に立ってるっていうふうに言えますね。当時小宮さんが留学された時って、生徒の国籍っていうか、もう世界中から来てるとは思うんですけど、どんな国の人が多かったんですか？そうですね。その当時はまだ日本人も多くて、あとは韓国人が多かったですね。ただ日本人はその後日本の音大を出て私のようにね、から来た人が多かったので、そうするとどうしても入学試験の時点でドイツで学んできた普通のねドイツ人の子たちが上手さで言えば劣っちゃうんですよね。それだから入学の採点の方もなんか変わったらしくて、トップ1名ぐらいは取るけれどもその後全部落として真ん中ぐらいからまた取るみたいな、そういう風な合格のやり方も取り入れられちゃったみたいで、私の時はそれがなかったからまだ良かったんですけれども、今は中国人もねとても多いしアジア人がね、でも私たちの時代は中国人はほとんどいなくて、韓国人、周りは韓国人と日本人がほとんどでしたね。なるほど。何歳からピアノはやられてきたんですか？
ですか？私は父がそういうねピアノの先生だったので、もう3歳の時から、3歳の時から、ええ、覚えてますか、その頃の子？いやほとんどあ、ない。定期的に練習はそれも覚えてない。私は本当に怠け者で、いやいやいや本当今でもその怠け癖というのは抜けきれていなくて、もう本当に、怠け者なんです。すごく難しい音楽高校にも行かれて、ええ、その時やっぱり入試とかも弾かなきゃそうでいけない。すね。そうなんそのですよ。時は練習するんですか？いや、それもですね。なんか私は自慢じゃないですけど、集中力はあるみたいなんです。だから前に都立の芸校に入った時も、実は職員室に呼び出されて、あんまり練習しないもんですから「小宮さんピアノ嫌い？」とか聞かれちゃった時もあったんですよ。それで私はなんかやればできますって答えたんです。確かに。だから一応そのね東宝受験っていうのも一応できましたけどね。すごいですね。いやいや、家ではねほとんど練習しないから1週間に2日間ぐらい1日1回15分ぐらい練習すればもう親はいやいや親は本当に御の字っていう感じで用意する曲いっぱいあるじゃないですか。そうですね。だから集中して東宝音大に受験の間際は1ヶ月間ほとんど毎日のように先生のところにレッスンに通わされてました。練習しながら練習を兼ねたレッスンということで。レッスンする時はね、必ず弾きますもんね。そうですね。だからそんなんで、親にはだから散財させてしまったと今は思ってますけれども。そこで素晴らしい先生との出会いがあって、自らやっぱり音楽をやりたいって思って、そこから自分でやっぱり練習するようにはなって。というか私はやっぱり父の後を継ぐっていうのが最初の目的でしたから、生徒をね取りたいっていうか生徒を教えたいというそういう希望がね、今でもありますけれども、だから自分で演奏するよりは生徒を教えるっていう方に今でも喜びを見出してるんですけれども、そういうことでいろんな先生のいいところ、指導法のいいところを取り入れたいと思ってたんですよ、若い頃はね。それでそうやってロシアの先生とかシェボック先生のシェボック先生は本当に体の使い方がとてもうまい方だったので、あと室内楽とかそういうのもねうまかったので、そういう先生のとか、あとはそれぞれのいろんな先生がね時々そうやって教えていただけるところのいいとこ取りだけして、それで50過ぎた頃からそれのいいとこ取りをしたもので効果的だったところをちょっと自分なりに消化して、それで小宮メソッドというメソッドを作って、で自分の生徒にもこうやってたんですね。やっぱりそれを自分でこう自信を持って言えるその小宮メソッドっていうのになったのがやっぱり50過ぎてからだったので。で教えている時にやっぱり、これ教えていてよかったなって思う時ってどんな時ですか？そうですね。それぞれ生徒さんが持っている問題点っていうのは個人差があっていろいろ違うんですけれども、私はそのいろんな先生のいいところをもらっているので、引き出しが他の先生より多いと思うんですよ。だからいろんなパターンに合わせてそういうことができるので、そういうのでよかったな。でやっぱり私生徒はそれほどたくさん取らないんですけれども、取った生徒は必ずその生徒が望むことは叶えているっていう自負はありますので、やっぱりこう長年教えられてて、この生徒は伸びるなって思ったり、意外に例えば才能はあるんだけど、いまいちそこまで思ったよりっていうか、そういう感じの生徒さんとかもいますか？でもなんか違いとかってありますか？伸びる生徒さん、伸びる生徒さんとか、才能ある生徒さんは必ず伸ばします。ただ音楽に向いてないなって思う人はやっぱり中にはいましたので、そういう子は趣味程度で、そのまま楽しんでもらえばいいと思うんですけれども、実際本人も才能あってしかもピアニストの方に、あるいは音楽の道に行きたいっていうそういう意思があれば、その子にそのままなるように仕向けることができます。なるほど。よくあるのが、例えば私も自分自身が音楽をやってきて、娘とかがね、やっぱ楽器を弾いていて、練習しないじゃないですか。でついついやっぱり
なんか顔見るたびに練習しようよっていう感じになっちゃって、なんか多分そうやって悩まれてるねご両なんていうんですか、たくさんいると思うんですけど、そういう方にはどういうアドバイスっていうか。ですね、闇雲に練習しろ練習しろと言っても練習しないんですよ、普通ね。でもこういうふうに練習すれば上手くなるという実際を示してあげれて、でレッスン中にそれがちゃんと効果が分かれば、それはその後私のレッスンを離れて自宅に帰ったとしてもすごくやるみたいです。だからやっぱりその効果、こういう練習をすればどこまで上手になるよっていうそれが分かれば子どもは本当に喜んで練習するようになるんですね。ただ練習しないから早く練習しなさいとかね、まだ何もやってないじゃないとか、そういうやり方をすると練習嫌いになっちゃうんですね。でもそうやって練習、別にすごい苦行を強いてはいるわけではなくて、楽しいその中で充実感でそれでレッスンっていうかやってあげると、子どもたちはその後も喜んで練習するようになるので、この間もご縁があってコンクールで、そのコンクールの前にコンクールに出る子たちのちっちゃなアドバイスレッスンみたいなことをさせていただいたんですけども、やっぱり後でお母さんから言われてすごく楽しそうにやってて、その後も全然見違えるようになってよかったって。で子供もそれが分かって自分が上手くなったことが分かれば喜ぶんですよ。だからそういうのでどんどん私も貢献できたかなと思って。なるほど。今まで、音楽をやってこられて、逆に大変だったこととか、辛かったこととかってありました？それがないんですよ。もうだから音楽はもうなんか自然に身近にあるような存在で、だからなかったんですけれども、ただ私は息子のね頼みに10年間ボランティアで補習授業校の、理事長とかで、小宮さんといえばそういうこともね、やってた時期があって、その時が一番大変でした。音楽じゃなくて。音楽じゃなくて。なるほど。でもそういうお人柄っていうか、そういうのも多分全て含めて、多分小宮さんの音楽人生、ね、そのものっていうか、ね、やっぱりそういう気前の良さとか、別に音楽家じゃなくても、どんな職業ついても大事なことなのだなっていうのは思います。ありがとうございます。その間音楽活動もされてて、大変だったです。いや、そうなんですよ。でもね、もうその理事長やってる頃は、音楽家だっていうことは表に出せなかったんですね。やっぱりいろんなしがらみがあってちょっと怖かったものですから、自分の存在を音楽家っていう本職を隠して理事長職に専念してた。お金にはならないあれだったんですけれども、それで、やってました。でもその理事長の最後の2年間ぐらいの時に、ちょうどこちらの文化部長っていうか日読センターっていう日本とねドイツのね文化をね紹介するような機関の方に、日本のね音楽っていうのはこちらの人にとってはなんか物悲しかったりおとなしいとかね、そういうイメージがあるから、でも本当は日本には民謡とかなんとか音頭とかもっとね元気なエネルギッシュなものがあるから、そういうのを中心にこっちの人に紹介するようなものを出してほしいって頼まれまして、それで私を含めて4人の日本人女性と一緒に音音というアンサンブルを組んだんですね。それでそこで楽しませていただきました。ね、すごい話には伺っております。本当に大活躍普通のクラシックのね音楽活動たちがあって、やっぱりショービジネスみたいなショーのね世界みたいなあれなので、ライトも色付きのライトを使ったりとかね、そういうなんかとても楽しい2年間は楽しく過ごせました。でその時に私はピアノがね一応メインだったんですけども、そこで使う音楽も編曲とかそういうのも任せれたんで、今まで自分がそういうのに才能があるとは思ってなかったので、そういうのもできるってことが分かって、そういうのも今につながってるので新たな才能を開花させたい。そうですね。
すごいね、うんクリエイティブですよね。まあね、その時のね、何もなかったところからやっぱりそうそれがあったからね、今は夫がねホルンでね、うんやってますから、その時の曲をねホルン用に変えてで一緒にやってたりとかもねして、この間の日本学祭の時にもね使わせてもらったりして。ドイツに住んでると、もう日本人であるっていうことが個性だから、そういうのもすごく興味持ってもらえそうですよね。そうですね。あともう今は特に日本ブームっていうか、そうですよね。だからすごく先駆けです。今回今とても頑張ってらっしゃる和鼓っていう中国の楽器を元にオリジナルで日本風にした楽器を紹介してくれる人、佐藤吉さんっていうんですけど、彼と三味線のめぐみさんっていう方も一緒にこの間つい前日一緒にね演奏会やったんですけれども、そういう日本の和楽器と一緒にヨーロッパの楽器もね一緒に演奏して楽しむっていうねこともね初めての経験でできましたから、素晴らしいですね。なんか日本で今でもいろんな国から教えに日本にいらしたりとかするんですけど、やはりこうベルリンっていうかね、海外に来て学ぶ価値みたいなものっていうのはどういうふうに考えてますか？そうですね。日本から海外に来て学ぶ価値というのはやはりこちらでの空気感というか、あとその耳に入ってくる語学言葉とかそういうののリズム感とかそういうのをまず、心に留めるというか受け入れられるのが一番いいと思いますね。そうするとやっぱりその作曲家がどういう環境の中で育ったところでそういう作品が生まれたかとかそういうのもねよくわかると思いますし、先生はね日本でもねたくさんいらっしゃると思うんですよ。でもやっぱりね先生のレッスンを受けるっていうよりはその環境にねまず身を置いてみるっていうのがねとてもいいことだと思うんですね。もうベルリン長いですけど、ベルリンに来ないでずっと日本に住んでたとしたらどうなってると思うんですか？そうですね。日本にいたら生徒さんを一生懸命取ってっていうね、そういう感じでいますね。で、私ももう若くないですから、いずれは日本に帰りたいとは思ってるんですよ。そうなんですね。それが何年先になるかはまだわからないですけれども、だからそのために実は言っていいのかわかんないですけど、この間入ったばっかりなんですけど、ピティナという日本で大きなあれがあるじゃないですか。それの指導者会員、それに登録してなることができたんですね。そういうので、日本帰ってもそういう、ピティナの目指すような、頑張る生徒さんたちの指導者になったりとかはしたいなと思ってるんですね。じゃあもう健康である間は常に後進の指導というか、そうですね、自分の演奏活動よりは後進の指導の方が興味あります。でオンラインでもやってるのでね、そういうのはねそろそろちょっと本腰入れてやりたいなと思うんですけれども、教えるところにすごく情熱を注がれているところもあるじゃないですか。それはやっぱり何か惹かれるものがあるんですか？そうですね、親がそういう立場の人間だったからきっとそういうふうにね自分自身の中身もそうなってるんだと思うんですね。だから私はもともと食いしん坊ですけれどもでもやっぱり教える方が食べるよりもっと好きです。だから寝食忘れてしたいことっていうのは教えることですね。でも小宮さんはね、ドイツにベルリンにいても、日本にいても貢献できる、いろんな人に貢献できるからいやいやどこに行ってもね、大活躍。いやいやそんなことないですけれども素晴らしいですね。今じゃ考えられないような西ベルリン時代のエピソードみたいなことってありますか？その時は普通だったのよっていうような。そうですね、西ベルリン時代は音楽学生に対してすごく門戸を開かれてて、例えばフィルハーモニーのねゲネプロにね出入りできたりとか、あとその楽屋の方のカンティーネってねところね、ああいうところもね入れてくれたりとか、今じゃ絶対そういうことはお行儀悪くてしないと思いますけど、本番のそのコンサート会場でも階段ありますよね、客席のところに。ああいうところに学生座って聞いてたりとかもすることもあったんですね。今じゃ無理ですよね。なんか止められそうですね。そういうこともあったのでね。だから音楽を勉強する人に対してすごく優しかったですね。
でカラヤンがまだね存命中のねあの時のベルリンフィルのメンバーなんかもね大御所たちがねいっぱいいるんですけど、みんな学生たちにすごくフレンドリーで、当時例えば差別的なこととかも全然ないですか？そうですね、差別的なことはなかったですね。特に音楽を勉強している人っていうに対しては割と尊敬もあったみたいなので、音楽家っていうのはその当時はね尊敬される職業みたいな感じだったらしくてね。で、そうですね、在学中からもう職というか、そうなんですよ。仕事も見つかってしまって、だから日本に帰るきっかけもあれですよね。もうそうですね。その当時からね、うちのねホルンと一緒にやる曲だけじゃなくてアンサンブルとしてね、40奏とか50奏のね仲間とも一緒だやる機会もあったのでね、で彼らが私が学生終わってもビザが更新できるような嘆願書というんですか、なんかそういうのもね書いてくれたりとかもしたし、それで私もその学生終わる前のね2年前ぐらいから今の世代じゃないですけれども、ずっと昔のその当時の音楽学校の校長先生からね、先生やってくれっていうふうに直々来ちゃったのでね、それでなんかその当時はねじゃあもうその音楽学校の仕事だけでもう十分暮らせる。そうですそうです。もう私はその当時は親からの仕送りもなしで全部自分で自活してたんですよ。なのにそのやってた本拠地というか家が引っ越さなくちゃならなくなったっていうそれがあって、それで焦ったっていうのがねあったんですよね。そうですよね。今もねそれ続けられてるっていうか、で今はもうねそこの音楽学校でね生徒はねほとんどね取ってないんですけれども、日本に行ったり来たりしなくちゃならない。でもすいません、日本でやっぱり例えば音楽教室とかで教えたりすると暮らせてるほどわかんないですけど、そうみたいですよね。もらえないし、それこそ契約も教えただけもらうみたいな感じのところも多分多いと思うんですけど、ベルリンはどんな感じなんですか？ベルリンでは私がいるようなシュタットリヒって公の公立の音楽学校は生徒さん親御さんがね払うお金はそんなに高くないんですよ。なんだけど先生がもらえるお金はそれプラスされてくるので、まあ普通そのプラスされてくるのはベルリン国からもらえるそのシュタットっていうかね、そうなんですよ。負担が少なくて、そう日本の場合は大手のねところのなんかところでも楽器店とかも生徒さんが払うお金の中の何%は引かれて、それで先生にね来るでしょ。だからそこが違うんですよね。そこは本当に素晴らしいですよね。そうなんですよ。ウィンウィンというか。だから任せとけば生徒も増やしてくれるしね、その公の学校ではね。いわばだからその公務員じゃないけれど、そういう感じの扱いというか。まあそうですね。でも一応フライミットアルバイトって言って自営業みたいな形は取られて、今それが自営業じゃないのにしようっていうそういうのが今ちょっと問題になってますけれども、まあ今のところ私の場合は人数も少ないから自営業で全然構わないんですけれども、それは生徒数によってお金が支払われるのか、それともある一定度ずっと払われるのか、それはその自営の人か、それともその公務員みたいな形でやる人によって違うんですけどね。私みたいなのあればもう自営業で生徒のその方が都合がいい人もいますよね。そうですね。最後は日本に行きたいっていうのはどんな理由ですか？それがですね、私今霊寂友の会っていう割と年配の人たちの勉強会みたいなところに所属してるんですけど、そのところの勉強会とかでよく言われているのが、日本人とかね、いくらドイツ語が達者な人でも最後は日本語しか受け付けなくなるっていうんですよ、やっぱりね、母国語しかね。で食事なんかもやっぱりね、いくらにドイツでねドイツ食に慣れてる人でも年取ってもうね
ねあれになると本当にね日本食しか、受け付けなくなったりとかするっていうんですね。で私今もう60半ばなんですけど、そうするとやっぱりねだんだんそれ分かってきて、わかります、ね、今でさえもそうねそうだからやっぱりね最後の最後にね何にもねドイツ語わかんないようなね状態でねいるよりは全部の会話がわかるところにねいたいなっていうのはね思って、なんかパンとチーズとハムとちょっと悲しいじゃないですか。大事ですよね。ね本日は本当いろいろありがとうございました。とんでもない、ありがとうございました。ありがとうございました。